皆様、本日はですね、こちらのきゅうり、それから人参、あとは大根ですね。こちらの食材を使って、超やべえ、やみつきホットきゅうり作っていきたいと思います。はい。夏にぴったりのね、超おすすめのレシピになってますので、ぜひ皆さん参考にして作ってみてください。じゃあ早速作っていきたいと思うんですけども、まずはこちらのきゅうり、こちらを板ずりしていきます。もう適量。小さじ1か5本ぐらいだったら2ぐらい入れてもいいかな。どっちにしろ洗い流しちゃうんで、板ずりしやすい量で大丈夫です。で、この板ずりする作業はね、前回もお伝えした通り、絶対やってほしくて、きゅうりのね、色を鮮やかにさせてくれたり、あとは表面にね、傷がついて味が染みやすくなったり、もういいことしかないんで、必ずやってあげてください。ちょっともうしっかりめにやってほしい。前もやったんだけど、こうやって僕はね、もうね、一本一本結構、こうやって、しっかり、板ずりしてあげます。苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけど、きゅうりのね、独特の香りもね、抜けたりするんで、これは絶対やってあげてください。で、今回の料理は特製だれにね、つけるだけでとっても簡単なレシピになってるんですけども、和えた瞬間からね、もう食べられる料理なんで、すぐ食べたいなっていう方にもおすすめのレシピになってます。もうすでに見ると分かるんで、ほら、見て。こんな感じでめっちゃ汗かいてきてるでしょ。これがね、きゅうりのね、臭みだったりもするんで、こういうのが取れていいですよ。じゃあしっかりね、板ずりできたら洗っちゃいます。きゅうりを。では、洗い終わったきゅうりなんですけども、そしたら、綿棒か何かでこう叩けるものね、叩けるもので軽く叩いちゃってください。ちょっとひびが割れるぐらいまで。こんな感じで。軽く叩いたら、さっきのね、食べられない部分だけちょっとカットしてあげて、あとは食べやすい大きさにカットしておくだけです。切り方はね、もう別に皆さんお好みでいいですよ。こんな風にもこうやって縦でもいいですし、横でも斜め切りの乱切りっぽいのどっちでもいいです。お好みの大きさに切ってください。で、叩くことによって和えるだけの場合は味しみが良くなるんでおすすめです。ただ長くつけたりとか1日待つ場合は別に普通に細切りに薄切りかにカットしてあげるのでもいいですよ。こんな感じにね、ボロボロってなってると味しみが良くなるんで、和えるだけの時はおすすめです。きゅうりをね、こんな感じでカットできたらもうざるに置いて水気だけ切っといてください。続いては大根と人参なんですけども、こちらはね、ピーラーでまず皮だけ剥いちゃってください。大根はね、だいたい3分の1ぐらいとかかな。結構たくさん量あるかなと思うんだけど、塩もみした後にめちゃくちゃ体積減るんですよ。なんで結構な量用意しても大丈夫ですし、むしろなんか焼肉屋さんでさ、食べる時とかにさ、この大根とさ、人参の部分めっちゃ美味しいなって思ったことあるでしょ、みんな。それがね、家庭だとね、めちゃくちゃたくさんと作れるからね、栄養もたっぷりでおすすめです。はい、そしたら皮が剥けたら、スライサーでこんな感じにね、細切りにしていくだけです。人参も同じ。ここのね、ちょっと食べられない部分だけね、ちょっとカットしてあげて、人参も同じようにスライサーで。これがね、本当に美味しい。メインはね、きゅうりなんだけども、もう逆にきゅうりなしで、この人参と大根でもめっちゃうまいです。おすすめ。歯ごたえがいいよね。人参もこんな感じにね、細切りにしてあげてください。こんな感じでね、スライサーで細切りにし終わった後に、余った部分、ここら辺はね、スライサーでね、やると危ない部分は、食べる部分だけね、包丁でカットして細切りにしてもいいですし、あとはこのまますって、おろし大根にして、納豆とか、あと、しらすと混ぜたりとかしてね、食べてもいいですし、この葉っぱの部分ね、ここの部分もね、昔紹介させていただいたんですけど、醤油、みりん、お酒1対1対1で炒めてあげると簡単なね、ふりかけにもなったりするんで、生ふりかけね、になったりもするんで、捨てずに使ってあげてください。動物がいる方はね、動物にね、あげたりするとは思うんですけども、人参はね、僕たちがね、飼ってる動物たちが好きなんで、その子たちにね、あげたいと思います。そしたら、お塩。だいたい今回の量だと小さじ2ぐらい入れても大丈夫かな。小さじ1から2入れて塩もみしてください。
こんな感じでね、ちょっとね、しんなりしたのわかるかな？ツンツンって立ってたのがちょっとしんなりした感じになってると思うんだけど、こんな感じになったら5分ぐらいね、置いといてください。その間にね、他の野菜もカットしちゃいます。はい、続いては小ネギでございます。万能ネギですね。こちらを入れたいと思います。前言ったよう通り半分にするんですけど、今回は細かくカットするわけじゃないんで、もうこのまますぐやっちゃいます。こんな感じでお好みには入れるんですけども、使わない部分はビニール袋に入れて冷凍保存しておけばまたいつでも使えるんで残しておいてください。きゅうりのとこに入れときます。僕はたくさんがいいので全部使います。続いてはこちらでございますね。軽く水洗いしてキッチンペーパーで水気を取った大葉ちゃんたちです。大葉のね、ここの部分だけちぎって取ってあげたら、いつも通り丸めて細切りにカット。細切りにカットした後に、今回は細かく入れて使いたいんで、ちょっと横にしてあげたらこんな感じで、ちょっとみじん切りじゃないけど細かくなるようにカットしてあげてください。お次はね、ニンニクと生姜でございます。フレッシュタイプね、生のタイプを使う場合はニンニクより生姜の方がちょっと多めの方が良くて、フレッシュタイプじゃなくてもちろんチューブでも、めんどくさい方はチューブでも全然いいんですけど、チューブの場合はニンニクと同量だから小さじ1ずつぐらいチューブで入れてあげてください。ニンニクは1かけね、ちっちゃめだったら2かけぐらい入れても全然大丈夫。この辺はお好み量ですね。したらまずはニンニクはね、この食べられない部分だけカットして皮だけ剥いて、綺麗にね皮だけ剥けたら半分に割って、これだね、ここの芽の部分だけ取ってあげてください。包丁でねちょっとこづいてあげるとこんな感じで簡単に取れるんで、ここだけ取ってあげてください。で、生姜はいつも通り僕は皮ごと使っちゃいたいんですけど、こういうねちょっと汚れてる部分だけねピーラーとかでカットしてあげて、気になる部分だけ皮剥いたら僕はこのまま使います。気になる方はね、皮きれいに剥いちゃってください。で、今回、ニンニクと生姜、両方ともすりおろして使うんで、タレを作るときにね、すりおろしたいと思います。では、塩もみしといた大根と人参なんですけども、よく見ていただくと分かる通り、こんな感じで水がめちゃくちゃ出てるんですよ。こんな感じでね、水を出してあげて、この後ね、絞ってあげます。で、その前にね、軽く水洗いしといてください。では、水洗いしたら、絞っていきます。こんな感じでね、びっくりするぐらい水分が出るんですけども、この作業がね、多分今回の料理で力仕事的には一番大変なんじゃないかなと思うんですけど、これをね、やっぱね、しっかりやってあげると、あえた瞬間はね、そんなね、水分が出てないんで、味はそこまでぼやけないんですけども、時間が経った時にね、さらにね、ここから水分が出てくるので、味がぼけるんですよ、多少。なので、ここでしっかりね、絞ってあげるのが、長い間美味しく食べられるコツだと思います。こんな感じですね。もうとんでもない量の水でしょ、水分でしょ。こんな感じでね、絞れたら、今回使う材料の下処理は全部終了でございます。そしたらね、先ほどの野菜たちね、ボウルにひとまとめにしといてあげてください。こんな感じで。では、早速ね、やみつきのつけだれ、作成していきたいと思うんですけども、先ほどの生姜とニンニクすりおろしていきます。続いて、ニンニクも一緒にすっちゃいます。はい、そしたら、こちらごま油、小さじ1。小さじ1入れて、火一番弱火で香りが出るまで炒めます。焦げないようにすればいいだけだから、いつもやってる方はね、弱火じゃなくて少し強火でも全然大丈夫だよ。少し香りがしてきたら火を止めて、お酒50、同量のみりん、こちらも50、合計100ですね。こちらを入れて、アルコール飛ばします。で、味の濃さはね、いつもお伝えしてるんですけど、やっぱ好みがあると思うんですよ。なので、今回のね、材料で作ってみて、薄いなと感じたら足してあげればいいし、濃いなと思ったら、後から少し水を足してあげるんでも全然大丈夫なんで、味の濃さは皆さんお好みで。こんな感じでアルコールが飛んだら火を止めます。そしたら味付けしていきます。まずは醤油、こちら大さじ1。そしたら3倍から4倍濃縮のめんつゆ、こちらを小さじ2。続いてはこちらナンプラーでございます。隠し味ですね。これがあるとね、もう一気に味に深みが増して美味しくなるんで、ぜひ入れてみてください。こちらを大さじ1。もちろんね、苦手な方もいるんで、そういう方はね、お醤油大さじ1足してあげてください。
ただ使ってみるとね、わかるんですけど、生姜とかね、ニンニクとかね、絶妙に混ぜてあげると、ナンプラーのね、独特の香りってほとんど感じないとか、全く感じないので、旨味になるだけなので、ぜひ試してみて。はい。続いては砂糖でございます。小さじ1。はい。続いてはこちら、コチュジャン。コチュジャンを小さじ1。代用品でね、豆板醤もね、全然大丈夫なんですけど、今回のね、料理はね、ちょっと甘みもあるね、コチュジャンのね、お味噌はね、すごく合います。こちらを入れます。小さじ1。で、辛いのがね、苦手だっていう方はね、お味噌でも大丈夫なんで。そしたらこちら火にかけていきます。で、今回ね、見た目ね、めちゃくちゃ赤いじゃないですか。辛いかなと思うんだけど、言うほど辛くないんですよ。それはね、韓国のね、唐辛子使うからなんですけど、日本の唐辛子と違って、韓国の唐辛子って甘みも少しある、辛くない唐辛子なんで、結構入れるんですけど、思ったより辛くないです。焼肉屋さんとかでさ、よくさ、食べる追いキムチとかさ、すごい赤いじゃん。でも食べてみると辛くないじゃん。そんな感じです。いい感じに溶けて熱せられたら、こちら塩昆布大さじ1ぐらいかな。こんぐらい。もうちょっと入れよう。韓国唐辛子粗め。これはね、粗めと細かめがあるんですよ。粗めの方が辛みがね、抑えめで、細かめの方が辛みが感じやすいっていう風に覚えておいていただければ。で、こちらを大さじ1。もっと辛いのが食べたいっていう方は、細かめもね、一緒に足してあげるといいと思います。大さじ1と2分の1から大さじ2ぐらい入れちゃってください。たくさん入れてるんだけど、そんなめちゃくちゃ辛くないです。で、さらにここに、かつおだしの粉。かつお粉だね。こちらを大さじ3分の2。これぐらい。ほぼほぼ大さじ1なんだけども、これぐらい入れます。で、よくこれはね、家庭で余りがちなやつなんですけど、これはあればで大丈夫です。塩辛。これがね、入るとね、さらにね、味に深みが増してめちゃくちゃ美味しくなるんで、あればぜひ、小さじ1入れてください。こんなもん。そうしたら、よくかき混ぜます。もう香りがすごいいいよ。本当に美味しいからこれ。ぜひみんな作ってみてね。こちらでやみつきつけだれ完成です。あとはね、先ほどの野菜と和えるだけでございます。ごめんなさい。最後、一つ忘れてました。こちら、ごま油。最初に小さじ1だったんですけど、最後に香り付けもしたいんで、小さじ1プラス足してあげてください。はい。そしたら、もう一度よくかき混ぜて、こちらでやみつきつけだれ完成です。粗熱が取れたらさっきの野菜たちと和えていきたいと思います。では、つけだれ入れていきたいと思います。そしたら和えていきます。でここでね、さっきのしそ、こちらも入れていきます。できるだけね、こう散らしてあげて、まとまりやすいからね。そしたら混ぜて、また混ぜてあげて。で、ここに最後、いりごま。こちらをたっぷり入れてください。すりごま入れてもね、風味が良くていいですよ。ただ、2つとも買うのは大変なんでね。はい。いりごまをちょっとたっぷり入れて、さらによく和えてあげたら、こちらで超やべえやみつきホットきゅうり完成です。じゃあ早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。これはもうたまらんね。はい、乾杯。乾杯。冷た。もう食べちゃって食べちゃって。いいじゃん。いただきます。いい音。いい顔するね、やっぱり。じゃあ自分いただきます。うますぎる。マジでここら辺で食べる追いキムチなんかよりも全然美味しい。ありがとう。ピリッとするんだけど、もう旨味が勝つ感じ。辛さよりも旨味って感じだね。どう、これ食べていい？豚しゃぶと食べるとマジで最強。ちょっとこの箸で取っちゃっていい？もちろんもちろん。自分のこれはもう食べきっちゃうから。
これだ。これはマジで優勝。うますぎる。最強のおかず。うまい。で、やっぱり、そのきゅうりとさ、なんだっけ、大根でももちろん美味しいんだけど、薬味でネギとか大葉とかそういうのをいっぱい入れてるから、もうどこを食べても美味しい感じになってんだよね。で、やっぱあとナンプラーの旨味と、あと塩辛の旨味もやっぱ効いてるし、魚粉だね。このカツオ粉やっぱ入れると入れないとじゃあ全然変わるから、ぜひ皆さん入れてほしいですね。マジでうまい。うわ、このちょっと濃い部分ね。ありがとう。ここはね、きゅうりなくてもね、いいと思う。いや本当にこのね、大根と人参の部分がね、マジで鬼のようにうまいからね、これはね、お店じゃやっぱ出せない、この量で見たことないでしょみんな。これ納豆ね。これでご飯をもう最強に楽しみにしてた。いいご飯にかけて。俺もいっちゃうわ。では、いただきます。うますぎる。これは優勝。これはすごいぞ。納豆との相性やばかったけど、やっぱなんだかんだこれやばい。マジで豚肉。でもさ、キムチ納豆ってさ、俺市販のやつでやるとさ、酸味あるじゃん、キムチの。あれがあんまり好きじゃないんだよね。酸っぱいの好きなんだけど、あの酸味俺好きじゃなくて全くないじゃん。旨味だけ、辛味と旨味を追加って感じだから、これめっちゃうまい。そうなんだよ。いいこと言ってくれた。まあもちろんね、酸味が好きな方は、つゆ作ってる時にお酢足してくれればいいんだけど、大さじ10くらいね。僕はね、足さないのがおすすめなんだよね、今回のは。うまい。で、これ焼肉と一緒に食べてもめっちゃうまいから。いやもうあっという間にラストでございます。豚肉あんなにあったのに。ということで、本日はですね、特製のね、やみつきだれにつけるだけでできる、超やべえ、やみつきホットきゅうりですね、を作らせていただいたんですけども、前回ね、大好評だった超やべえきゅうりの2分の1本漬けとはね、全然、テイストも変わってて、ちょっとピリ辛になってるんですけど、見た目よりも、そんなに辛くないんですよ。ちょっと体がね、あったかくなる感じで、じわっとする感じなんで、どちらかというと旨味が強い、うま辛な料理になってますので、辛いのが苦手な方もね、食べられるんじゃないかなと思います。はい。まあ、とにかくね、旨味がとんでもないことになってるんで、あとはもう脇役とはいえ、この人参と大根、これたくさん入れると、本当にめっちゃ美味しいので、あと小ネギとかね、もう入れてあげると本当に美味しくなるので、ぜひね真似して作っていただけたらなと思います。どうだった？はい、めっちゃ美味しかった。ただもう、本当に大根人参のこいつらがうますぎてどっちが主役だっていうぐらいこれ本当に美味しいから、これめっちゃ量作った方がいいと思いますそうだね。はい、ということで、もう糖質制限されてる方はね、豚肉とね食べたりとかね、あと鶏胸とね食べてもねすごく相性がいいので、一緒に食べてもらえたらなと。できればね、でもねやっぱね、ご飯とかね、納豆とかね、そういうのとかとね相性が抜群なんで、何も気にせず食べられる方はもうがっつりご飯と一緒に食べていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。